祈り。遠い遠い宇宙の端っこに、アエカという星が生まれました。全能の神、ゼウス様が、ぽちょんと一粒、土の塊を置かれたのです。草が芽生え、花が咲き、小さな動物や虫たちが生まれました。地球に似た小さな島々も海に浮いていました。海にも魚や海藻が育ち始めました。ゼウス様はそれらをじっとご覧になっていらして、この星には一番心の広いアリに収めさせるのが良いと思われたのでした。黒アリのターシャは体が大きく、心も広く、行動力が特に秀でていましたので、紅アリ、橙アリ、黄アリ、灰色アリも自然にターシャを尊敬し、ターシャの決めたことに納得し、約束を守るようになりました。それには、とても謙虚で優しい心遣いができる母親のサーシャがいることも忘れることはできません。美しい音色を奏でるキリギリスやスズムシの音楽がアエカの星に満ちるよう、また曲芸の上手なダンゴムシたちのダンスを広めて誰もが笑顔になれるよう、ターシャはいつも皆のことに目を配って動き回っていました。年をとって動けなくなった虫たちには、柔らかベッドの園を、はしゃぎすぎて怪我をした子供たちには、薬や病院を、土に帰る者たちには花を。母親のサーシャは、働きすぎの息子ターシャの健康が何よりの心配で、毎日マリア様にお祈りをしていました。それというのも、サーシャの夫、ターシャの父親モリーも、誰もが同じように幸せであるようにと、自分の身を顧みず働きすぎて短命に終わってしまったことが、祈りに頼らずにはいられない深い悲しみだったのです。そんなある日、いつも元気なターシャが家に駆け込んできて言いました。母さん、ユリアのために祈ってやってくれないか。サーシャは驚きました。母のために美しいマリア像を買ってきてくれても、神様のお力を借りるより、自分が動くターシャがそこまでとは。ユリアというのは、柔らかベッドの園で働く木遣りの女性でした。木遣りの国から黒アリの国に勉強しながら働きに来ていたのです。ユリアが突然倒れて、意識がないんだ。明日まで持つかわからないと医者が言うんだ。ユリアには国に幼い子がいる。サーシャはすぐ教会の神父様にお願いに行きました。自分の祈りだけでは自信がなかったのです。地球の日本という国でも昔、高僧に祈ってもらうことで命を救うと信じられていましたから。神父様はすぐ信者の皆にそれを伝え、皆心を込めてユリアの命をお助けくださいと、一晩中一心に祈りました。朝、ターシャが病院から戻ってきました。母さん、ありがとう。ユリアのまぶたが動いたよ。意識が戻ったんだ。これなら手術ができる。劇的なことだって。ふーとサーシャは
息をつきました。こんなに他人のために祈ったことはなかった。一心は通じるものなのだ。奇跡は起こりうるものなのだ。信じていいのだと。改めてマリア様の前に明かりを灯し、サーシャは心からのお礼を申し上げました。祈りを信じられるようになった自分が少しふっくらしたように思えたのでした。空の上からゼウス様は静かにそれをご覧になっていらっしゃいました。おしまい。